見てください、これ122ルピーですよ。口コミを見てみると、虫やアリがいっぱい増えせ、おまけに部屋はネズミだらけ。ここすごい寝てる人が多い。これ寝ようかな。隣を見るとサドゥーかな。はい、2時間経ちました。寝れない。疲れた。はい、旅挑戦よ渡り斉藤です。イエス。はい、お疲れ。はい。僕らね、アグラから約10時間かけてバランスに今朝着きました。はい。で、現在昼の12時。うん。斉藤君はね、ダブルシートっていう2人寝れるシート、うん。仕切りのないダブルベッドに知らないインド人と一夜を共にしてね、そうそうそう結構そう。疲れたと思うんやけど、まだね、21歳の若い男性やったんで、うんまだ良かった、運が良かった。でもね、疲れたけど、この見て、アンジスカーよ。わあ、ついに来たね。ということでね、はい。もうそろそろホテルのチェックイン時間が迫ってんねんか。うんうん。で、今回ね、とある企画をしようと思ってんねんか。企画？うん。ゆっくりしろや、もでもね、斉藤君、う。はい。これはね、斉藤君が2つのうちから1つ選ぶ選択式の企画です。おう、選べんのね。そうそうそう。で、1つ目ね、うん。バラなしの最低辺宿にうん。宿泊。まあ、1個目ね。まあ、一応、まあ、心に留めとくわ。はい。1個目ね。はい。で、2個目は野宿。なんでそんなんもう答え決まってるやん。決まってる？宿でしょ。あ、マジで？だって野宿って何もないやろ。うん。チェックインもクソもないやん。そうやで。もうチェックインしてる。チェックインです。早いな。僕らは今、バラなしにチェックインしまイした。エーイチェックイン。寝床です。っていう感じやね。野宿は。いやいやもう決まりもう決まった。ちなみにこの企画は、うん斉藤君がうん。最低辺宿を選んだら俺野宿。うん。斉藤君が野宿を選んだら俺が最低辺宿。うんだから最低辺宿か野宿どちらがうん快適かっていうのを比べる企画です。さあ決まってるやんもでも最低辺宿だよね。気にならへんの？う。いやまああんま気にしたことないけど、最低辺宿っていくらぐらいな値段の？ 122ルピー。驚きじゃない？安っ。300円ぐらい。安すぎ？うん。まあ野宿はもちろん0円やからね。いやもうそんなんやったらけどベッドがあるってことやろとりあえずは。ベッドはあると思う。最低辺宿でもさすがに。さすがに野宿には負けないでしょそれ。あんまり俺も詳細わからんねんけど、一つ言えることがあるわ。あその最低辺宿うのん口コミを Google で見たんやけど、うん読むね。うん最悪の宿泊施設という言葉はこの宿に私が言える最も控えめな表現です。場所も非常に分かりにくく、スタッフの対応もあまり良くありません。まあけど、うん場所は分かりにくいも分かった、うんでスタッフも対応悪い、うん、部屋はいいかもしれないそう可能性はある。そうだからその可能性あるから、122ルピーって今のインドじゃほとんど考えられんよ。うんさっきね、昼飯食べに行った時に、うんインド人のスタッフにどこ泊まるのって聞かれて、うんいや122ルピーのホテルだよって言ったら、えって言って、そんなとこあんのって、嘘だろって言われて、バラダシのローカルの人さえも知らないっていう、隠れた穴場、よう見つけたな。よう見つけた。それも今、ディワリの期間で、うんホテルも結構高いと思うねんか、うんその中で空いてるってことやから、相当何かあるよ。だからちょっと楽しみにしといて、逆に。いやー怖いわまあ、一泊だけやしね。じじゃあ、どゃうする？いやそうやったらもう絶対屋根ある方がいい。俺、野宿せなあかんのか。もう選んでいいねんな俺だから。いいよいいんやな、うんいいんやな、ん俺ほな絶対もう宿。宿？うんオッケー。絶対勝てる。ほんじゃあ、もうチェックイン時間やから、うんもうそのまま行って。そのままもうこのああそういうことね、うん絶対負けへんし。インドの最低辺宿の快適さを視聴者に伝えてください。オッケー、うんみんなも泊まりたくなる。もうこれで、5つ星ホテルになっても知らんでほんまに。何言ってるかちょっとわからんけど行きましょうか。で、僕はうん斉藤君が最低辺宿を選ぶって分かってたから、それはわかるでしょ。あらかじめこのグルッカパジャマっていうインドのうん伝統衣装っていうかな、この白い服、決まってるやん。これを買ってうん野宿の時にこれを着て、うん現地の人に混じろうかなと思ってます。そもそもどこに泊まんのだから厳しいで。野宿できる場所をまず探さなあかんやん。そうやね。うん、でその作業から俺は入っていく。おもろそう。はいというわけで、ホテルの名前だけ渡されて、まずチェックインをしに行こうと思います。まずホテルの名前がマーバシのゲストハウスってところで、125ブルピーってどんなとこやねんって感じなんやけど、まあ野宿よりマシか。では今回の最低辺宿を紹介します。まず探し方ですけど、Google マップにホテルと記入して泊まる日付を入力し、あとはこの値段のところを一番安く
1000ルピー以下で検索すると、こんだけたくさんの1000ルピー以下のホテルが出てきます。でその中でも最安を探しました。で見つかったのがこちら、見てください。これ122ルピーですよ。めちゃくちゃ安ないですか。評価が 3.1。 いや悪いね。結構口コミを見てみると、もう本当にひどい口コミしかないんですよね。まあこれエアコンが宣伝されていて、部屋にはエアコンがありませんでしたはまだわかるんですけど、虫やアリがいっぱい不衛生。でも写真載ってる。結構なボロボロかな。オンライン予約のために顧客と口論します。なんでやろう。最悪な宿泊先です。部屋はひどい状態で、通りの方がもっと綺麗だと思うほどです。おまけに部屋はネズミだらけ。おお、きついな。いや、さすがにね、いくら宿とはいえ、この最低偏宿に比べたら野宿の方がまだマシなんじゃないかなって思うんですよね。だいたいこっから歩いて20分ぐらいで着く予定です。なんか古い店もあったり、ところどころにはちょっとおしゃれなカフェみたいなところもあったりとか、とにかく空気が悪い。ハエがあちこち飛んでる。なんかガンジスって感じの人がいるよ。いやこういうちょっとおしゃれな感じのカフェもあるね。多分外国人向けなんかな。牛が2頭。動物園じゃないやこれ。近いわ。PR。子供と子羊が戦ってる。Are you fighting? Are you fighting? わお。いやそれにしても秋はどうやって野宿するんやろな。それちょっと気になるな。俺も数々野宿させられたけど、インドじゃないからね。韓国で野宿したけど、まだね都会やったから治安は良かったからね。昨日バス乗ってきて企画したばっかりで、また企画。ほんでほぼ寝れてないからね、バスで。横の兄ちゃんとずーっと喋ってたから。何してんの。花火か。朝から花火やるね。騒音がうるさいのね、インドって。大通りにあるホテルやから、まあそんな変なホテルじゃないかなとは思ってんやけどな。あそこなんかちょっと人がいっぱい溜まってる。なんか美味しいレストランなんかも。フリーでもらえるやつなんかな。そうかも。ただのやつやこれ。Is this free? Free food? すごい。やっぱりタダで配ってるやつよ。お前も食えって言われたけど、ちょっと嫌やな。ちょっと怖いな。これ路上でっていうのがちょっと怖い。そろそろホテルも近づいてきたんじゃないかな。橋のゲストハウス。あれちょっと地図がちゃうな。こっちか。口コミ通り分かりづらい。ここら辺のはず。通り過ぎちゃったぞ。見てみようか、誰かに。Excuse me? Do you know 橋のゲストハウス？ OK。いやほんまにインド人は優しいよ。こっち側か。ゲストハウスはあるな。ゲストハウスの人に聞いてみたらわかるかも。Excuse me. I want to go 橋のゲストハウス。Do you know? And right. OK, thank you. 確かにここは分かりにくい。っていうか、これ、地図と違うぞ、これ。これか。橋のゲストハウスあった、これや。また矢印左って書いてある。ここにも矢印が。ワンちゃんちょっとやめてよ。矢印がなくなったぞ。これか。Hello。こんにちは。橋のゲストハウス。OK。Yeah, booking. Do you have a Wi-Fi? Yeah. Boss. Okay. I know. Yes. Wi-Fi. I was it. Yeah. OK。ようやく到着しました。なんか別にスムーズに到着できて、チェックインもできて。Sorry. Thank you. This is my room. Okay, Daniel. Thank you so much. 悪くねえぞ。扇風機も回ってる。クーラーはなしやね。まあしゃあない。125ルピー。で、外から見た感じ、開けれんのかなこれ。まあ見た目も悪くない。向こう側ガンジスが見えるね。階段がきつかったでも。よいしょ。なんかちょっと思ってたのちゃうぞ。ベッドもキングサイズ。綺麗なんかどうなんかって話やんね。まあちょっとなんか汚れてるけど、毛布もしっかりしてそう。
けどこういうところにね、なんか虫がいたりとかすると怖いなーって感じ。枕もどうでしょう。ちょっとこういうとこ泊まったことないから分からんけど、まあいけんことはないでしょう。まあベッドはちょっとカチカチやね。一応ね、電源コンセントもあるんやけど、高いところにあんのよ。これどうしたらええねんって感じやね。携帯の電源をギリいけるか。こうしておけば充電ができます。あ、けどついてへんのこれ。これ下か。インドの電源オンボタンは下。鍵もね、ちゃんとロックできます。ただシャワーがないのか。ちょっと聞いてこようか。共同シャワーなんかもしれんし。おお、ここでもいきなりドアが開かないという。鍵もすごいねこれ。だけど思ってたより悪くない。こっちは何だろう。あ、ルーフトップになってるのかな。もういいね。うん、見晴らしもいいよね。まあベッドにトコジラミとかいないか心配。まあそこは寝てみねえと分からへんからね。これもしかしてシャワー？ちょっと覗いてみるよ。あ、違った、部屋やって。鍵かけといてよ。ここかな。This is a shower room? あ、OK。共同のお風呂はこんな感じ。ちょっと入りにくそうやな。ホテルもちゃんとチェックインできたんで、この周りの散策していきたいと思います。イエーイ、これ絶対勝ち俺の。いや、野宿より絶対マシやでこれ。イエーイ、いつもやられてる側やしね。今回は秋に痛い目に遭ってもらいたいと思います。いやー。はい、あれから斉藤くんとバイバイして、僕はホテルに戻ってきました。あれ野宿するんじゃないのって思われた方いらっしゃると思います。実はですね、今回斉藤くんは最底辺宿に泊まって、僕は野宿するって決まったじゃないですか。ただ、最底辺の宿も野宿もちょっと荷物が心配だなってことで、別に一つの部屋を借りました。で、こちらですね。もうダブルベッド1個置いてある部屋で、ここはただの荷物置き場です。で、僕はここでちょっと休憩して、夜になったらちょっと野宿できる場所を探しに行こうかなと思ってます。って言ってもね、お腹減ったんで、ちょっとご飯食べに行きます。これバラナシの路地やね。結構路地にも牛がいて、ワイルドだね、バラナシは。下手したら牛や犬のうんことか踏みますね。結構至る所にあります。こういう細い路地やから歩きづらいし、どうしても牛がいたら触れてしまうほどの隙間を通らなければいけないっていう。さっきね、牛の尻尾バンってやられてうんこかかりました。ここがババラッシーって言ってバラナシじゃ有名なラッシー屋さんですね。めっちゃ人がいるけど、ちょっと一個頼んでみましょう。芝がマリファナ吸ってる。Thank you。やっと来たぞ。だいたい20分ぐらい待ったかな。頼んだのがバナナとザクロのラッシーです。あ、うまいわ。サワークリームみたいなチーズがヨーグルトあって、甘みの後に酸味がくる感じかな。このザクロもなかなかいいアクセントが効いてて、普通に美味しいですわ。ローソンの飲むヨーグルトみたいなのにするわ。さっきから歩いてる人が牛のお尻をふって触るのがバイバイ。あれ何の意味あるんやろ。性感帯。まあヒンドゥー教で多分何かしらのご利益あるんでしょう。ヒンドゥー教では牛は神聖な動物らしいんで、牛のケツにも手のひら痕が結構残ってますね。ディワリの翌日なんで人手が多いのか、それとももともとこんなに人手が多いのかよく分かりません。ディワリっていうのは、日本でいう新年を迎えるみたいなフェスティバルなんですけど、これ日本で言ったら正月1日目みたいな感じですね。で、次のお店はこちらカシチャートバンダーってお店、地元ですごい有名で1960年から創業してるみたいで、すごい人で、どこで買うんやこれ分からんぞ。あそこ手挙げてる人、とりあえず行ってみようか。突撃。ここで買うんか。Where can I order? Here? Okay, yeah. What do you recommend? Tomato chaat is the best. Tomato chaat, dahi puri. Good. Okay, tomato chaat. Okay. 地元の人に美味しいメニューを教えてもらって、やっぱトマトチャートが一番人気みたいやね。オーダーします。インドあるあるなんですけども、日本人が買えなかったらインド人が俺買ってきてあげるよって言って今買ってきてもらってます。ありがたい。Now they are preparing. Okay, yeah. すごい熱気です。
お茶漬けみたいな匂いする。 What? It looks good. Yeah, it smells good. What is the name? This is tomato chaat. Tomato cha? This is aloo tikki chaat. Antique cha. It looks better than this. He is famous for this one. Oh, really? Not for Okay. this one. I'll try. Yeah. トマトラアッチャめちゃくちゃうまい。辛いけどすごい甘め効いてトマトとポテトの旨味がすごいガツンときますね。これおすすめです。OK。さっきのお店で仲良くなって IIT の学生さんに美味しいラッシー屋さんに連れて行ってもらってます。あ、What is good name? Promia? What is good name? Ram. Okay. Ram. Promia. What is your name? Aki. Aki-san. Yeah, I'm Aki. Can I ask some question? Why Indian people touch the cow's hip? We feel that every god is in cow. That's why it's So we sacred. worship it. あ、ワーシップ。 Sacred. 残念ながら閉まってましたけど、ここが美味しいラッシー屋さんみたいです。Thank you for guide me. ちょっと17時40分になったんですけども、今からダシャシュワートガートっていうところでプージャっていうバラモンがお祈りを捧げる場所があるみたいなので、そこに行ってみたいと思うんですけども、ちょっと出遅れたかな。夜のバラなしはこんな感じ。あちこちで爆竹が鳴ってます。ちょっと気温も涼しくなって過ごしやすい気候なんやけども、まだまだ車はいっぱい通ってますな。This area old market? Main street and everything. Just yeah. as you keep moving around. すごい人です。こうオールドマーケットっていう場所らしいですね。なんかよくわからないですけど IIT の学生とガンガを見に行くことになりました。ものすごい英語うまくてこっちが話についていけないです。いや IIT ってやっぱ優秀やねんな。もう話も明快でわかりやすいです。 We have to just go through that. OK やよ。 होने के बाद और just बैठने के लिए なんかボートに乗ることになるのかなこれは。まあ面白そうやしついてってみよう。さっきボートに乗るって聞かれてうんって言ってしまった。この後体力残しとかなしんどいな。まあ行ってみようかとりあえず。いろいろ交渉してくれてるんやけど。よし。Are you okay? おお、So shaking なんかボートに乗ることになりました。儀式をボートの上から見れるっていうのが400ルピーぐらいで見れるらしいんです。値段交渉してくれて多分日本人がいたら高いはずなんやけど、あこのボートか結構でかっ。It's okay? Oh yeah. Wow. Front. 船の中はこんな感じ。なんとこちらの学生の方におごってもらいました。すいません、ありがとうございます。ダニワート。ありがとう。船が動き出しました。船から見る陸のこの風景が圧巻ですね。めちゃくちゃ綺麗。あそこでプジャをやっている。なんていうか幻想的っていう言葉がすごい似合う風景やな。ここからじゃ全くプジャが見えないんですけど、景色は最高にいいですね。大気汚染が分かんないですけど、ちょっともやが上がっててハロー現象が出てるんですよ、ライトの周りが。だからすごい幻想的にボラなしの街並みが映ってるって感じですかね。でもこれ400ルピーボートするんですけども、ちょっと学生さんにおごってもらって申し訳ない気持ちでいっぱいです。さっき水はおごりました。15ルピーですけど、もうガートごとにプジャが行われてるみたいです。すごい綺麗。てかこのボートも気づいたけどすごいインド人乗ってる。わあすごい。200人ぐらい一つのボートに乗ってる気がする。これはどうやら観光船みたいですね。いろんなガートを巡ってる。さっき久美子の家っていう伝説の日本人宿も通ったね。あそこで遺体が火葬されてるそうですね。さすが生と死が近いところにある町ですね。Thank you for inviting me today. おーっとここら辺かな。おっとようやく着いたかな。あここや。 Where are you from? Japan. From India? Yeah. やべえぞこの人。これほんまに毎日やってんのか。年一ぐらいやったらこの人の多さは分かんやけど、毎日やってんのにめちゃくちゃ人が多い。始まったみたい。はい、さっき
ラサシュアメイトガートの、プージャっていうのを見てきたんやけど、まあ正直よく分からへんがね、まあ、1時間ぐらい見たけど、まあなんか例えるなら知らないバンドのライブに行ったみたいな感じ。一目見たらまあまあいい感じかなって感じでね。とりあえずね、お腹空いたんでご飯食べに行きたいと思います。まあそれにしても秋はほんまに野宿してんのかな、何してんのかなってちょっと気になるけどな。はい、あのカップルと別れてあれから、ホテルの方で少し作業をしてました。で、今から野宿できる場所を探しに行きます。まずは、ガートの方に向かっていってるのかな。これはメインのガートかな。多分メインのガートの方に向かっていると思うので、まずそっちの方で野宿できる場所を探してみます。ダシャーシュアメイドガートに着きました。あ、結構寝てる人いるっちゃいるな。おー、なるほど。寝ようと思ったら寝れるって感じか。なるほどね。めっちゃ喋りかけられるやん。ここはちょっと寝れるっていうか、あ、向こう行こう。向こうがいいかな。うるさすぎるな。違う場所ちょっと行ってみます。なんかめっちゃ絡まれそうな気がするわ。今路地通ってるけど誰もおらん。昼の謙遜が嘘のようですね。でもめちゃくちゃ臭いです。で、今は、違うガートの方に向かってるのかな。あんまり僕もよく分かってなくて、ラジャーガートの方に向かって歩いてます。野良犬が多いな、しかし。子犬ちゃん。ワンワン。女性が一人歩いてる。こういうとこね、インド人、たまに裸足で歩いてる方いらっしゃるんですけど、すごいですよね。日本人じゃちょっと考えられない感覚ですね。マジで誰もいない。1時半か。逆にここまでいないと不安になってくるよね。大丈夫かな、ここ。さっきのところに寝ればよかったかな。次の場所が、もう少しやな。さっきのところうるさそうなんでね、こっちの方がいいのかなと思いまして、来てみました。よいしょ。この辺がね、多分ね、有名な久美子の家っていう伝説のバックパッカー宿のはずなんやけど、合ってんのかな？よくわかりませんけど、僕来たことないんで。こっちなんかな？お、なんか静かそうやな。カートがあるってことは。あ、ここか、久美子の家。ほら。アットペンション久美子ハウス。あ、他のホテルに変わってるんかな？今はね、別のホステルみたいなのが入ってますね。プエスバラナスイ、アットペンション久美子ハウス。やってんのかな？やってそうやけどね。確か去年、久美子の家自体は閉まって、久美子さん自体も引退されて、今は隠居されてるっていう風の噂を聞きました。で、ここを下っていくとガートに着くと。いや、ここ、人いなさすぎて逆に不安やな。寝てる人はというと、野良犬だけやね。ここで寝るのかきついな。ちょっともうちょっと向こう行ってみようか。船の上で寝たろうかな。ベンチがある。若干暑いんですよね。まあ湿ってるっていうかな。風は涼しいんですけど湿ってるんで、ここにしよっかな。安牌っぽい。この辺が。あんまり行き過ぎるとね、なんか怪しそうなんで。ここはラジャーガートってとこか。結構寝てる人もいるな。このベンチで寝ることに決めました。なんか血みたいなのあるけど。で、周りはこんな感じ。たまに通る人がいるぐらいで、静かに寝れそう。いやー、元日で寝るのって結構ね、夢やったんですね、僕の中では。だから楽しみですね、ちょっと。来たな、でもこの川が。見てください、この黄土色。はい、残念なお知らせです。寝ていたら、なんと、椅子が壊れてしまいました。そして思いっきりずっこけました。最悪だ。どうしようかな。どこで寝ようかな。やっぱさっきの、人がいるガート戻ろうか。ちょっとこうなんか不安やわ。人がいなさすぎて。ってことで、先ほどの人のいるガートで、ちょっと寝れるとこ探しますわ。はい。一旦ホテルに帰ってきたんですけど、やっぱね、中心地からめっちゃ遠い。それがめっちゃデメリットやな。暑い。やっぱクーラーあった方がいいよな、ほんで。扇風機でも全然涼しいんやけど、超汗だく。疲れたから一回ホテルに帰ってきたんやけど、晩ご飯食べるとこ決めて、ちょっとそこに行きたいと思ってます。ちょっと晩ご飯はこの菓子レストランってとこ行ってみたいと思います。ちょっとよくわからんけど。Excuse me. No. No? Oh, okay. No, no. Okay.
この時間はもう全部やってないのか。はい、ここはいけるか。One person, OK? OK? 12時までやってるみたい。何は今日の晩ご飯はこれ全部で100ルピー。いただきます。ちょっと辛いな。もっとスパイシー言うたのに。けどこのボリュームで100ルピーはめっちゃ安い。美味しい。はい、ご飯を食べて帰ってきました。もうね、今日は疲れたんでね、寝ることにします。で、ところで、秋はほんまにどこで野宿してるんでしょうか。明日楽しみというか、生きてんのかな、ほんまに。明日、お楽しみ。もう俺は寝ます。ゆっくりと寝ます。このお布団で。いやー、絶対これが正解でしょう。125ルピーでこのキングサイズのベッド。まあいろいろ難はあんねんけど、全然この安さで、このクオリティは、俺はいけると思う。おやすみなさい。公園がありましたね。ここやったら寝れるんかな。だから動物、お牛何体いんねん。4、5、6。牛6匹。犬、数えきれぬ。めっちゃ寝てる人いますね。けど、ここにみんな結構きついな。これ日本人の感覚やと結構厳しいっすよ。てか明る。あそこ寝てる人いるけど、ここはしんどいっしょ。この人メンタルすごいな。道の真ん中に寝てる。普通、端っこ寄るやろ。なんでやねん。すごいな。修行僧かな、ここで寝れるって。もう生えたがってるし、それも。ここすごい寝てる人が多い。これ寝ようかな。この青いところで寝ます。周りには結構お仲間がいっぱいいますね。まあ、寝れたら寝るって感じか。やっと横になれました。疲れた。隣を見ると、サドゥかな。いろんな人が寝てるんで、寝やすいですね、ここは。しんどいな、結構でも。頑張ろう。おしっこしたくなったんでトイレに来ました。一応、公園近くには超臭いですけど、トイレがありますね。こんな感じで、無料で使えるトイレがたくさんあって、まあ、最低限のセーフティーネットは整ってるって感じですね。約1時間ぐらい経ったんですけども、全く寝れません。しんどいっすね。てか蒸し暑いんですよね。蒸し暑くて人も多くて、結構ね、うるさくて、周りちょっと映しましょうか。こんな感じで、今何時 ?3 時ぐらいやろう。こんなに人多いんですよ。寝てる人もおれば起きてる人も多いって感じかな。でもね、今日ここで過ごすって決めたんで、寝ます、ここで。おやすみなさい。2時間経ちました。寝れない。疲れた。結構この環境過酷っすね。てか、すごい虫がすごくてさ、さっきから。あと、向こうの方にトイレあるの分かります？これトイレなんですよね。風が向こうから吹いてるんで、その匂いがダイレクトにこっちに当たってるんですよね。だから臭くて、しょうがないけど、これで寝れてる人いるってことは、俺でも寝れるってことやから、あともうちょっと頑張ろう。あとね、気づいたことがあるんですけど、こうやって仰向けで寝るよりも、下がコンクリートの場合は、横向けに寝た方が体的にはすごい楽ですね。これさっき気づいたんで、これならもしかしたら寝れそうな気がする。なんか寝てるそばでインド人夫婦が喧嘩をしだして起きちゃいました。疲れた。はい、今4時半なんですけども、少しだけ寝れました。ただ、めちゃくちゃ体中が痒いです。もうね、人生で一番っていうほど蚊に噛まれましたね。いやー、しんどい。めっちゃ噛まれました。こんな感じですね。ここも。あと顔もめっちゃ噛まれてる。首とか。ね、周りの修行僧みたいな人ももう帰るしまいをしてるんで、僕もここではちょっと寝てられないんで、疲れた。インドへ野宿は相当ハードっすわ。かゆいし。ちなみにこの水ですけど、先ほど男の子がこの排水口のところでおしっこしてました。
最悪なほど臭いっすわ。さすがにね、匂いはもうインド来て、もう2週間ぐらい経つんか。だからもうだいぶ慣れましたけど、やっぱりね、野宿すると何より蚊がきついね。なのでこの蚊の対策をしっかりしたら寝れるはずですね、野宿でも。蚊帳が欲しい。あと蚊取り線香。それがあったら最強かも。うん。さすがにもう虫刺されひどいんで、日の出ももう少しやし散歩します。これはもう捨てよう。何時間ぐらい寝たんやろ。4時間ぐらいちょっと横になってたんかな。皆さん、虫刺されはちょっとひどいですけど、わらなしで日本人が一人で寝ても大丈夫です。実証されました。てかお腹減ったな。飯食うとこまだ早いか、時間的に。今4時半。なかなか飯食うとこがない感じか。てかもうこの時間はインド人ばっかやな。観光客はまずホテルで寝てるよね。ちょっとご飯食べれるとこ探します。で、できれば日の出みたいね、ガンジスから。うん、地下あるんや、ここ。わらなしって地下あるの？地下で寝たらよかったんじゃない？あ、地下も寝てる人いるな。こっちの方が虫刺されはマシそうやけどな。ここ何屋さんなんやろうね。昼来てみようか。虫に刺された場所がくっきりと現れてきました。水ぶくれみたいになってる。引いてめちゃくちゃかゆいです。ここも。とりあえずチャイ屋さんがやってるからチャイ飲もう。チャイが来ました。とりあえずチャイ飲んで落ち着こう。落ち着く。ちょっと苦いなこのチャイは。美味しい。ここなんか食べれる。Can I eat dosa? ドーサが食べれるみたい。ドーサの生地ってこんなに泡々してるんや。これでバターぬりぬり。すごいバターの量で玉ねぎバシャ。わあ、すごい火力ですね。これ包丁なんやろ。変わった形の包丁してる。すごい手際が良すぎる。はい、屋台のドーサできました。30ルピー、激安。なんかお兄ちゃんが半分くれた。Thank you。It's okay。イエーイ。ナイス。さっき屋台食べた時に隣にいた兄ちゃんがめちゃくちゃ自分の動作をこっちに分けてくれてさ、めっちゃ腹いっぱいになったわ。こっちがガンガーかな。こっちのが明らか交通量多い。こっち行ってみよう。すごい。みんな沐浴してる。朝の沐浴は結構必須やねんね。Hello. What's your good name? My name is Kiran Saul. Kiran Saul. मेरा नाम आकी है. Namaste. Namaste. How to say hi in Japanese? Hi is a konnichiwa. Konnichiwa. Yeah. Konnichiwa. Yeah. Did you already enter the Ganga? Yes, I already entered Oh, in the yeah. bath. So my parents telling me to go to the Mandir Darshan and then I will go back to Mumbai. Mumbai. You have to come Mumbai. Mumbai also nice place. Yeah. I will go there someday. Yeah. すごい。人の密集度が半端ない。もうちょっと下降りれんかな。死体じゃないよね。こっから入っていくわけね。ここは泥になってんな。すごい。めっちゃみんな入ってますね。めちゃくちゃ絡まれます。ここに日本人が来るとすげえ絡まれます。Hi, I'm also learning Japanese language. You learn Japanese language? Yes, I'm from Nepal. I'll go to Nepal maybe 2 weeks later. Yes, Yeah. Pashupatinath. Yeah. Hi, everyone. 別のガートに来てみました。すぐ隣なんですけど、ここのが人少ないですね。夜が明けてきました。夜明けです。野宿が終わります。この壺みたいなプラスチックのボトルでガンジス川の水を持って帰れるそうです。これ地元に持って帰って誰かにあげるみたいな感じで使われるみたいですね。で、ちなみにガンジス川の水は腐らないみたいです。不思議と。
はい、おはようございます。今、朝の8時ぐらいです。ぐっすり寝れたんやけども、ちょっとベッドが硬いんで、体が痛いかなって感じです。あともう一つ、カーテンが薄い太陽がね、朝起こしてくれるんですけど、できたらアイマスクあった方がいいかな。朝起こされたくないって人は。あと、毛布はかけずに寝ました。なんか虫がいたら嫌やなとかって思ったのと、まあそんなに寒くなかったから、ここも掛け布団みたいなのがあるんだけども、これは使わなかったです。で、そのまま寝たんだけども、特になんか体がかゆいとか虫に刺された感じはないんで、おそらく虫はいなかったんだろうと思ってます。125ルピーにしてはなかなかいい宿じゃないかなと思います。ただ難点がトイレかな。インド式というか洋式じゃないって感じでね。もう一つシャワーがないのよね。あと洗面台もない。こうやってこれでぶっかけるくらい。あと1階のカウンターでは Wi-Fi 使えたんですけど、ここ3階かな。3階の部屋では Wi-Fi が使えません。繋がってそうに見えるんですけど、インターネットにアクセスできませんってなります。はい、完全に夜が明けました。見てください。ちょっと空が青ずんでます。いや、結構しんどかったですね。虫にも噛まれまくったりとか、結構暑くてね、もう全身今汗だくです。で、個人的にはね、この企画やってよかったです。っていうのもね、野宿とはあんまり関係ないんですけども、今日の前半でボラナシを散歩してる時に、IIT の学生とかが話しかけてくれて、ボートとか乗せてくれたりとかして、すごいありがたかったです。なんか詐欺師以外でもそういう人たちもいるってことを知りました。本当は詐欺師ばっかりだと思ってたんですけども、その限りではないですね、ボラナシは。ということでね、今回野宿企画、もうこれで終わりたいと思います。バイバイ。はい。今朝の8時40分ぐらいです。どっかコーヒーでも飲めるとこないかなと思ってちょっと出てきました。ちなみにホテルちょっとドライヤー貸してくれないって聞いたらないって言われたんで、そこもちょっと難点の一つかなと思いました。こんにちは。チャイを飲もうと思います。美味しい。テイスティー。写真撮ってもらってます。Hello. Good morning. Good morning. 朝です。はい、Thank you. ありがとう。はい。さあ、チャイも飲んだんで、もう一回ホテル帰るか。やっぱりね、インド人みんなフレンドリー。なぜか写真一緒に撮ろうって言ってくれる。ありがたいね。この108号室が今回泊まった部屋なんですけど、外に出て行ってると、ここ元線が上になってて消されてる時があるので、入る前でも線をオンにして、そうすると、扇風機だったりとか電気だったりとか使えるようになるので、そこら辺最初消されてた時びっくりしたね。電気使えへんみたいな。はい、それでは今からチェックアウトしてアキがいる集合場所に向かいたいと思います。さあ野宿どうやったんやろ。ちょっといろいろ聞いてみたいと思いますね。生きてんのかな。 Can I check out please? 追加料金取られることなくチェックアウトのサインだけして出ることができました。いやー、悪くなかったね。いろいろと難点はあったんやけど悪くはなかったって印象かな。はい、斉藤君。はい。今我々は集合して撮影しています。はい。で、斉藤君、ボラナシ一の最底辺ホテルどうでした？率直な意見やけど、悪くはないって感じやったかな。なんでかっていうと、ベッドはキングサイズやねんか。ちょっとカチカチやったんやけど、ぐっすり寝れたし、で、扇風機があるのにクーラーはないんやけど、だから快適やった。ただ、トイレとかお風呂、お風呂じゃないねんか。もうシャワーがなくて、もうなんか蛇口だけ。で、桶で洗うタイプ。ちょっと入れへんかってんな。だからちょっと一日お風呂は我慢した。だからその髪型クソみたいになってるんや。そう、それプラス汗。ここまで来るのに20分かかんねん。30分ぐらいかかったから。いや、オートリキシャ使えよ。なんでそこ消してんねん。いや、歩くでしょ。ノーセンキュー、ノーセンキュー、ノーセンキュー。もうこれ嫌やねん、俺が。イライラ。という感じで、別に悪くないって感じ。総評価。で、スタッフの方も、評価は悪いって書いてあったんやけど、そこまで悪くなかった。すごく親切やった。なるほど。俺やけど、
ちなみに、俺の寝床を今、撮影してるここやから。ここでうん。ちょうどね、ここまさかこれ乗ってたのかじゃあ乗ってない。ここで寝てたから。ここここでシート引いて、約4時間ぐらい、5時間ぐらいかな。寝てた。寝れたえ寝れたいや、1時間ぐらい寝た気がするで。 5時間中1時間しか寝れへんかった。うん。でもね、すっごい人おったから、ここに。マジで周りにうん。今誰もおらんけど、で、朝になると、この道で、ガンジス川に向かって、行列ができててさ。行列で、そこ歩いていくと、みんな沐浴してて。へで、その沐浴見ながら、朝日を見て、野宿は終わりました。でもね、僕感じたことがあって、何ここでいっぱい寝てる方いるじゃないですか。うん。その方と同じ目線に立ってみて、寝てみて、やっと気づけることがあったんですよね。何あのね、ここはここで、コミュニティがあった、ちゃんと。おー、ガンジスコミュニティそうそうそう。ここで子育てしてる母と子とか、あとは、ちょうどね、そのベンチで喧嘩してる夫婦とか、外でマジで殴りかかってた。女の人が。マジでで、そういうコミュニティがあるなっていうものを知らされたね。で、あと蚊もすごい。やばいな、それは。めっちゃ刺されまくって腕が。今だいぶ引いたけどさ、まだ赤いねんか。ほんまやな、ところどころ赤いな。ぐるっとパジャマ着てたから、長ズボンやったからまだよかったけど、もうハエずっとかかってんねんか、顔に。ハエもきついな。ハエとか蚊で眠れんかった。周りの人見てても、顔とかにずっとハエとか蚊がたかってたから、多分同じことが起きてるんやと思う。こう慣れてる人はもうそう気にしない気にしてない気にしてない。すごいな。あと思ったのが、普段ここら辺歩いてたらさ、日本人ですかってものすごい聞かれるやんか。聞かれる。でもね、ここに寝てる限り、他の歩いてるインド人とか全く声かけてこないねんか。なるほどね。やっぱりね、その人の見た目見なりとか、あとここに寝てる姿を見て声かけてこへんと思うねんけど、やっぱりそういう時でも声かけてくれる人とかが本当の仲間やね。仲間っていう感じがする。助け合いをしてたわけね。人生の縮図があった。人生でもどん底落ちた時に声かけてくれないとかあるやんか。確かに。こうやってね、今インド人とかの方が「Can I shoot you? No problem, no problem." こうやって声かけてくれるけど、もう俺 Welcome to India. Happy Diwali. ハッピーディワリーでこうやってね声かけてくれるけど、ここで寝てる限り絶対声かけてこんから。そうだね。まあ、ってことで皆さん野宿おすすめします。はい。おすすめするの1000円でしょ。総評価どうだほんな治安的には大丈夫やった。何も声かけてこんし。だからお金なかったらいいんじゃない？いや、125ルピーのがいいでしょ。122ルピーやで。122か。忘れんなお前。俺ずっと125言ってた。お前アホやろ。テロップで直しときますんで。でこの勝負なんやけど、僕の勝ちです。なんで？どういうことどういう勝負か。値段こっち安いし、治安もいいし、ちょっと寝苦しいぐらいで、トイレもすぐそこにあって、うんことしょんべん臭いここ。快適さの勝負じゃないの？快適さの勝負じゃないの？快適やんか。自分トイレうんこできてないやんけ。じゃあトイレはあったよ。でシャワーもこうかけれるのはとこはあった。シャワー浴びてないやん。俺も浴びてないし一緒やんけ。俺がトイレできたと、あと無料っていうことでこっちの勝ちで。分かった。じゃあこれは視聴者の方にコメント欄でどっちが良かったかっていうのを勝敗決めてもらおう。はい、ということでそんな感じです。バイバイ。はい、バイバイ。